動画をご覧の皆さん、羽賀紀之です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今 KMAX、昨日からオープンしてます。とりあえずまずショールームちょっとイメチェンしたんで、ショールームを映したいと思いますね。まず動画したらいいのこれ。入ってすぐこっち側にヤマハのファクトリーバイクを置きました。で、こっち窓側に、スクーターとかこういうの結構並べて、で、お客さんのバイクとかいろいろこうやって並べました。分かりにくいかな。そんなに大きくはロケーションは変わってないんですけどって感じですね。こんな感じです。見にくいかな、ちょっと。はい、年末に大掃除頑張りました。とりあえず今日はまた新しい、動画をお伝えしたいと思います。すみません、今日はですね、日本とイタリアの、文化の違いというか、いろいろ日本とイタリアでは違うところあると思うんですけど、その辺を聞けたらなと思うんですけど。どこが違うと思う？いや、もうどんなところが違うと思う？食生活もそもそも違うと思いますし。食生活ってやっぱなんかイタリアだとイメージパスタがメインみたいな。食べ物？そうです。そうだね、日本人が白米ならあいつらはパスタみたいな。はい。パスタがメイン。パスタがメイン、パスタ、ピザだね。ピザもそうですよね。ピザがメインだね。で、でも言ってもいろんな食べ物あるよ。そのやっぱ郷土料理っていうのがすごい充実してるというか、23年イタリアにいたけど、その23年の中でいろんなね、安いレストランから高いレストラン行ったけど、やっぱり何が一番美味しかったってのは、イタリア人の友達のお母さんが作る本当になんか素朴なパスタ、トマト味のパスタなんだけど、それがもう一番美味しいね。もうレストランとかではなくて、いやもうレストランなんかもうレストランも行ったら一般的に普通に出てくる、なんかパスタなんだけど、その友達のお母さんが作るパスタは、もう絶品やね。誰にもこれ真似できん。だから本当にレストラン行って、パスタ食べるじゃん、もうそのお母さんが作るパスタに似たパスタってないもんね、やっぱり。その人別に飲食店とかやってるわけではない。普通にただただお母さんやってるってことです。そうだね。言ったら日本で言ったらお袋の味になるのかなっていう、やっぱりすごい印象に残るパスタだったかな。で本当にイタリア人のチームのスタッフの人、でもいろんなところに住んでて、いろいろ招待してもらっていろいろな郷土料理食べたけど、僕ミラノがベースだったんで、リゾットにしたら黄色いリゾットミラネーゼっていうんだけど、あれがミラノではベースのリゾットになるのかな。でも地方行ったらリゾットでも全然違うね、味のリゾットが食べれたりもしたし、パスタの種類いろんな種類あるじゃん。スパゲッティだけじゃなくペンネもあるしで、それもやっぱりローマに行ったらローマのパスタっていうのがあって、それも形から変わってくるんですか？形も全然違うね。やっぱ味付けも違うし、これが郷土料理なんだ。ナポリのピザは美味しいってみんなが言うんだけど、口揃えて、僕はローマから下行ったことがないよね、23年間いて。そうなんですね。ナポリに行ったことなくて、だから23年間でナポリのピザを食べたことは、ミラノでナポリピザとかナポリの人がやってるピザを食べたことはあるけど、ナポリに行ってピザは食べたことないです。住まれてたのはミラノですよね？ミラノです。ミラノからナポリってどれぐらいあるんですか？飛行機で行かな無理じゃないですか。車でも行けるけど、はい、ローマまでは600キロだから、ミラノから
まあ1000キロ以内にはある。でもそう考えたらあれですね、なんか気軽に旅行行けるっていうレベルじゃないんですね。そうだね、まあ電車もあるからね、新幹線みたいなのが向こうにもあるんで、それで行こうと思えば行けるんだけど、まあなんかナポリは別に行ってみたいなって、治安良くないとかっても聞いてたし、23年イタリアに住んでたら、初めの方はやっぱ日本食が恋しいですか？いやでも初めの頃はなんだろう、やっぱり冒険して冒険というか、まあ日本で俺出たのがだから23歳の時だから、23歳の時当時日本でパスタそんな食ったかって言ったら、そんな食べてないと思うんだよね、だから実際パスタ味どういうのがあるのかなとも、思ったりもしたんだけど、まあ、確かにああいうトマトパスタとか、まあカルボナーラにしてもイタリアはね、いろんなチーズで味付けしたりするから、それこそベーコンの味も違うし、いろんな種類あるし、羊のチーズでカルボナーラ作るお店もあるし、やっぱさすがに羊のチーズは匂いがやっぱきつくて、強いんですね。最後まで食べれんかったね。チーズもともと匂い強いじゃないですか。強い。それでも全然さらに独特の匂いがするような。独特だね。でもゴルゴンゾーラもやっぱ最初のうちは食べれなかったけど、克服したよ。それはもううまいと思えるってことですね。やっぱあれですよね、23年間もいれば結構変わってきますよね、その辺の。もう初めから結構冒険してて、別にそんなに日本食食べたいなみたいな、そういう感じでもない。いや、やっぱ日本食は日本食で恋しくななりますよね、やっぱ。恋しくなった。食べれるんですか、やっぱあっちでも。あるでも僕行った当時はそんなに日本食もそんなになくて、食材売ってるところね、なくてつって、でも帰ってくる頃になったらもう日本食レストランも増えたし、できてきた感じなんですね。食材売ってるところも結構増えたし、まあでもやっぱ値段ちょっと高いけどね。まあそうですよね、こっちで買うのとは全然日本の2倍3倍の時もある、ものによっては。じゃああれなんですね、結構日本食が広まってってるってことですね、昔に。広まってってるよ。ラーメン屋さんとかも結構2000年代後半ぐらいから結構増えだして、でも現地あっちのイタリアの方で食べる日本食よりはもう全然こっちの方が多分全然数多いし、種類多いし、イタリア人がラーメン好きでラーメン屋オープンしたラーメン屋は、もうなんか創作ラーメン、まあこれラーメンちゃうぞっていうようなラーメン、でもそういう店に限って結構満員とか、だから僕からしたら日本のラーメンを舐めてもらっちゃうかもしれないな感じなんだけど、そもそものやっぱ味の好みとかも違いますもんね、あっちこっちは。もしイタリア誰か行くってなったら、そのおすすめの店とかあるんですか？イタリアのレストランはあるよ、いっぱいある。ミラノ、やっぱミラノ長い、まあ長いっていうか住んでたからミラノは強いけど、ミラノ街はどうだろう、あんま知らないかな。まあまあでもなんやかんだは紹介できると思いますよ。飯には困らんかった、本当に。そうですよね、なんかどこのレストラン入っても、まあ普通に、なんじゃこれっていうのはなかったね。そうなんですね。ちゃんと普通に、こういう味もあるんだみたいな。でもやっぱ美味しい。高いんですか？いやいや、もうお店による。そうですね、ミラノの街中行ったらやっぱ高いけど、高いっつってもなんだろう、一皿1000円のパスタがミラノの市郊外に出ると同じもんでもまあ500円で食べれるとか、まあそれはどこの国も一緒じゃない。確かにそのパスタとかって、なんか日本のラーメンとかと違って、ラーメンとかってなんかある程度金額が、数百円から1000円ちょっとぐらいまでがまあベースじゃないですか。なんかパスタって結構ピンキリなイメージがありますもんね。なんか高級なら本当の高級みたいな。使う食材にも、そうですね、物が素材がいいっていうのも多分あると思いますけど。でも本当に90年代から2000年中盤ぐらいまで、ヤマハにいた時に、ヤマハのホスピタリティってね、ご飯食べるところがあるんだけど、そこのシェフやってた人が兄弟で今ミラノでレストランやってて、もうだから海苔トリュフ入ったぞとか、この肉入ったぞとかって言って電話くれて、もう席取ってあるから怖いとかって言って
家から車で10分ぐらいのところだから、行くとかっつってもうそのレストランではいろんなもんいろんな美味しいもの食べさせてもらってね、いろんなもうシャンパンからプロセッコから赤ワイン白ワインそれこそイタリアだけじゃなくフランスのね、ワインとかもいろいろ教えてもらったし飲ませてもらったし、チーズもいろいろもう本当にいたらもうそこのレストランでいたらもうそこがナンバーワンかな。やっぱレストランはやっぱお酒がついてくるようなイメージですか？もうそうだしいろんな種類あるじゃん、まあそこのレストランやっぱどっちかというと高級レストランだったから、シャンパンとかねワインも、まあ、そこそこの値段のやつ置いてたし、最終的にはそこのお店が買ってるワイン屋さん紹介してくれて、でそこで結構ワインとかも買ったよ、そうなんですね、それもミラノにある。ミラノ、ワインこそもう種類がすごいですからね、でも言ってもね家の下のスーパーとかでも、本当5ユーロぐらいの赤ワインとかも白ワインとかも売ってるんだけど、もう5ユーロでもむちゃくちゃ5ユーロの種類があるの、もうそれで十分。300ユーロ例えば300ユーロの有名なワイン、まあ、飲み比べしても別に5ユーロのワインでも全然普通に飲めるじゃーんとかっつって、その感じかな、まあ、逆に種類ありすぎて迷うんだよね。迷いますよね。そのミラノにある家はどういった家なんですか？いや普通のマンション、8階建てのマンションの6階に住んでたの。ミラノ中心部ですか？ミラノから直線距離で言ったら1.5 キロぐらい。まあだからミラノがこうやってセンターが円があるとしたら、この外。なるほど。ちょっと離れたぐらい。そうでそのまた外にがミラノの市郊外だから。あ、そうなってるんですね。まあミラノの中っちゃ中なのかな。でもその方がなんかあれですよね、住む分にはちょうど良さそうな場所です。いやまあそこに住んだのは結局日本人学校が近くて、で新しく新築で建てたマンションだったから、で俺も一番乗りで買って。イタリアと日本だとまあやっぱ、文化とかもいろいろ違うと思うんですけど、コミュニケーションとかも違いますか？僕の勝手なイメージですけど、結構フレンドリーというか、なんかイタリアの方ってどういう人が多いんですか？まあ俺からしたらイタリア人はまあみんな陽気でまあとっつきやすいかな。気軽に話すような感じ。全然逆にずうずうしいぐらいだったかな。ってなるとやっぱあれですか、街中歩いてても声かけられたりするんですか？まあ声かけられたりですよね。で毎回対応するんですか？してますね。最初のうちはしてたけど、してたんですね、初めの方が。一回っていうかもう対応するとその友達がまたついてきてとかでえらいことになるから、最後の方はお前乗り気派かって言われて、俺よくその人の名前言われるんだけど、その人って何してる人って言って逆にとぼけてその場をしのいだりはしてたね。なるほど。確かにでもそうですよね。なんで初めの方その何かしら対応してあげなきゃなっていうところは多分対応してたってことですよね。なんかせっかく喋りかけて、ただやりきれないなっていうことですよね。どんどん増えてっちゃうんで。どれぐらいの頻度で声かけられてたんですか？いやもうそれも分からん。もうバラバラですか？バラバラ。1日何回もって時もある？あるよ。ある。大きいショッピングモールとか行ったらあるよ結構。他のテレビ出てる有名人とかと違ってライダーなんで基本はヘルメットかぶって、出てるのがメインじゃないですか。なんでアーティストとかそういうのだともう人がバーって集まるような感じになっちゃうと思うんですけど、その分まだ人が集まりやすいっていうわけではないかもしれないですね。そうだね。ヘルメットかぶってるもの本当にどういう顔しとるのかもね。いやでも分かっとると思うよ。そうなんですね。でも多分つなぎ着てヘルメットかぶって歩いてたらめっちゃ来るじゃないですか。持っときます。ヘルメットかぶっとるだけで寄ってくるでね。そうなんですね。次イタリアの治安っていうのは日本と比べてどうですか？場所によると思うんですけど。治安はミラノはそこまで悪くはないと思う。スリとかは多いけど。スリとかやっぱあるんですね。でも僕はすられたことは一度もないね。日本から来てその日に結構みんなすられてる。スーツケース持ってバス乗ってホテル行く間にやられる。
やられるっていうのは何ですか？それはやっぱその財布とか入れてて、そうもう普通にカバンなんか手突っ込むとね、あいつらは。あ、そうなんですね。3人4人ぐらいで、はい、もう財布ペッて取ったら、はい、後ろから回して、その場で気づけることがないっつったの。逆にホテル行って、あれみたいな、やられたみたいなぐらいうまい手口。プロなんですね。プロだよ、車で行ったらサービスエリアこうやって車止まるじゃん、はい、自分の車が止まるじゃん、はい、そしたらプラーって一人が声かけてくるんだって、はい、でなんかバーって喋ってる時になんかお前車パンクしてるぞとかってなんか教えてくるんだって、はいはい、嘘ってこうやって見に行った隙に後ろから荷物こうやってパッて持ってシュッと逃げてくってたよね。プロですね。レース界の知り合いの人も2回ぐらいやられたったかな、そういう治安の悪さはあるけど、本当にでもナポリとかあっちの方行ったらもっとひどいって言うけどね。あ、そうなんですね。降りたことないもん分からんけど、ミラノは別にそこまで治安悪いと思ったことないね。ただでも治安の悪さっていうか、そのスリとかはやっぱどこの国でもいるじゃん、はい、でやっぱ日本人が狙われやすいっていうだけのことだと思うんだけど、はいはい、モーターホームとかで移動するじゃん、はいはい、でどうしてもやっぱ高速のサービスエリアでしか止まれないじゃん、車が大きいから、はいはい、僕は経験ないんだけど、モーターホーム業をやってる人たち 3,4 台でつるんで拠点から、はい、各サーキット行くわけじゃんね、はい、でもなんかフランスのマルセイユとかで止まったりすると、はい、寝てる間に窓の隙間とかから催眠スプレーシューってかけられて、突っ込まれて、はい、本当にその人が起きたらもう朝とかでもう腕時計とか全部持ってかれちゃってたりとかっていうのはあるな、みたいな。だからフランスのマルセイユあたりはめちゃくちゃ悪いです。そういうのを多く聞いた。だから俺もモーターホームで移動してる時なんかはフランスは極力ね、避けたいなって。マルセイユが特に危ないって聞いた。それ防ぎようないですもんね。もうそこで寝たらもうそれで終わりですもんね。で別になんか車のセキュリティって知れてるじゃないですか、確かにモーターホームなんか持ってる人たちはある程度金持ってる人ですもんねちょっと話変わるんですけど、イタリアでレストランやられてるじゃないですか。そこは全部現地の人ですか？従業員の方は。現地っていうか日本人で固めたかったから報酬かけて、で日本人で固めてたかな。あ、そうなんですね。日本の方が多かったですね。はい。日本から来た子もいたけど、日本から来た子って日本から呼んだ子もいたけど、呼び寄せした子もいるけど、でもその後やっぱお金がかかっちゃうじゃん。そうですよね。だから結構現地にもいる人たちを採用してたかな。そうなんです。それは何ですか？その面接とかをやるんですか？面接もやってる。あ、そうなんですね。それノリークさんがやってたんですか？もう任せてた感じですか？そのメニューとかはもうそれも任せてた。あ、そうなんですね。もう普通のイタリアにあるレストランと同じように、他のところと同じようなメニューなんですか？日本をイメージしてる。日本メニュー。結構イタリアの方とかも来られる。来た。流行ったよ。イタリアのレストランペット連れてくる人が多いみたいな。イタリアはね、イタリアのレストランは別に動物 OK だから、基本もどこも大丈夫なんですか？スーパー以外はどこも行けるな。スーパー、病院以外は。そうなんですね。ああいう、日本でいうモール、ショッピングモールも全然犬 OK だし、それ犬限定なんですか？大体犬しかいねえだろお前。インコとかね。インコ連れて歩くやついねえだろおるか。猫も見たことない。大体犬だな。大体犬。そうなんですね。逆にもうレストランの人たちなんか、人よりワンちゃんとかの方がウェルカムだからね。あ、そうなんですか。かわいいっつって。人間様より先に水が出てくるっつうの。ワンちゃん用の。そう。アウトレットパークみたいなのがあるじゃん。ああいうのでもワンちゃん用のお水が飲めるとこがあるのちゃんと。日本じゃ考えられんじゃん。ないですね。じゃあそうなるとやっぱ飼ってる比率も日本よりも多いんですか？そんなことないですか？多いか多くないか分かんないけど、お利口さんの犬ばっかだね。ああ、そうなんですね。ちゃんとしつけされる犬ばっかり。
だからこそ成立しますよね、そういう飲食店とかにも。そうだね、まあでも逆に動物嫌いな人たちがレストラン行った時に犬連れがの人たちが来たりしてどう思うのかなって思ったりもしたけど、でもなんか別にそこまでうわ犬いるじゃんとかっていうで帰ってくる人とか見たことないね、もうみんながみんなやっぱ犬っていうか動物好きって感じには感じたかな。今多分犬飼われてるじゃないですか、皆さん。イタリアにいた時からも。そうイタリアいる時に買ってで連れて帰ってきたかな。何ちゃんでしたっけ？ボブちゃん。ボブちゃんですか？狂犬ボブ。狂犬なんですか？はい。じゃあダメじゃないですか。家族を守ってくれる狂犬。狂犬ボブです。当時レストランとか連れてったりは？イタリアンレストランとかはあるよ。ああ、そうなんです。全然。その時はおとなしいんですか？狂犬でも。外だとおとなしいんだ。家の中だともうえらいこっちゃだけど。家の中だとお友達とか遊びに来た時に、結構ワン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 。なるほどそういうことです。番犬っぽい。なるほど。だから家の中に知らん人が来たら守ってくれる。そう。なるほど。レストランとかも含めてやっぱイタリアとかチップとかってあるんですか？イタリアはない。イタリアはないですか？チップっていうかもう気持ちで置いておくのはあるけど、チップ制っていうのはない。そうなんですね。ヨーロッパもないですかね？聞いたことないね。国によって違うとなんか野良さんいろんなとこ行くじゃないですか。大変ですよね。だって国内の旅行とかと違うんで、もう文化が違いすぎて、でいる期間短いじゃないですか。対応できないですよね、そんな。それも経験やね。すみません。じゃあ最後にイタリアは今後行く人にここ行っとけみたいななんかおすすめなところとかあったら。イタリアはね、本当世界遺産が多い国なんで、僕もミラノ住んでた家から最後の晩餐があるところを車で3分ぐらいのところに住んでて、まあドームとかもすごいね大理石で作られてて、3回ぐらい一番上まで登ったけど、まああとはローマ、ピサのシャトー、でベネチアはやっぱり行った方がいいと思います。そうなんです。水の都ってもうてっきり本当に飲む水がすごい美味しいとこなんだなと思って、意味は分かるわっつって行ったのね。この橋を渡るんだけど、橋を渡ってプーってベネチアが出てきた瞬間にちょっと鳥肌立った。って日本で見たことない景色だし、水の都ってこういうことかっつって、ベネチアも一つの島になってるわけだから、当然お墓もあるわけだし、当然霊柩車もあるわけだし、救急車もあるわけだし、消防車もあるわけだし、それ全部船だよ。船ですか？全部船だって移動手段は船でしょ。そうか水の上だから。で水ともうほんとこれぐらいのさ。でも確かにそれは聞けばなんかあれですね、想像するだけでも結構すごそうですね。やっばーとか思ってこんなん見たことないと思って。ベネツィアは絶対行った方がいいね。前も本当にいろいろ観光するとこがあるからイタリアは、住むとこじゃないけど観光はもう間違いなく、料理も美味しいし、あとはスリに気をつけてとこかな。のりぐさん的には住む場所としてはそんなかもしれないですけど、いいところですね。でも住んじゃダメ観光だけ、遊びに行くだけの国です。わかりました。ありがとうございます。今日はイタリアと日本の違いについて話したと思うんですけど、また次回他の話聞けたらなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。